どうも皆さん、カイトです。今回は時間を忘れてプレイしたインディーゲームを5本紹介します。時を忘れるぐらいに一気にクリアまで進めてしまい、探索に明け暮れながらも満足度が高く、通常のアクションにメトロイドバニア、アドベンチャーにベルスクと、一つでもインディーゲーム探しの参考になれば幸いです。では、早速やっていきましょう。1本目。ペッパーグラインダー。任天堂スイッチ、スチームでリリースされている作品で、発掘に夢中な主人公ペッパーちゃんの船がナンパしてしまい、そのタイミングでナーリングスに財宝を奪われたので、グラインダーを使って財宝を取り戻しに行くお話。早速ステージメダルコンプとメダルアイテムコンプでクリアしたんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。ボリュームは4時間かからないコンパクト具合なんですけど、それに見合った満足度が非常に高かった。ゲームはステージクリア型のアクションで、ペッパーちゃんがグラインダーを駆使して掘り進んでいき、敵を攻撃したり壁を掘り進んでの隠し通路、別アイテムの装着や作動など一つのアクションに全てが濃縮されているのも特徴です。特に注目してほしいんは、グラインダーでの移動がすこぶる快適。めっちゃ掘るの楽しいやんけってなります。掘っている最中は常に移動状態ですが、連続で掘り進める爽快感をぜひ味わってほしい。アスレチック満載のステージではトゲや落下ですを注意しながら進む必要があるんで、スーパードンキーコングを思わせる砲弾移動などの要素も加わり、飽きさせない工夫が満載なのもよく凝らされています。またグラインダーを装着させるアイテムや乗り物も面白くて、銃で攻撃できる装備品があったり、スノーモービルを走らせての高速移動、はたまたハウルを放出させるロボット操縦と、グラインダーの様々な使い方ができたのも良かった。ダイナミックなボスバトルではグラインダーを巧みに使った操作性が求められるので、大型な敵に立ち向かうアクションを楽しむこともできますね。ステージ数は各エリアごとに5つのステージと1つの隠しステージが用意されていますが、それぞれのステージの作り込みは半端ないんで、十分満足できる内容になっていましたね。ペッパーちゃんでワイルドに掘り進んでステージを攻略しよう。ペッパーグラインダーは任天堂スイッチ、スチームで好評配信中です。2本目。デスギャンビットアフターライフ。任天堂スイッチ、Xbox、スチームでリリースされている作品で、主人公が死神によって不死者になり、永遠の戦いに終止符を打つために領域支配のガーディアンを楽しに行くお話。早速エンディングを全パターン見てクリアしたんですけど、すごく面白かったです。難易度がどちゃくそに高いメトロイドバニア作品であり、ソウルライク性が合わさったゲーム性にパリを駆使したバトルバランスなど、ハードコアな戦いを常に強いられるのが特徴ですね。2年前にクリアはしてたんですけど、タイミングを完全に逃してしまい、再びクリアし直しての紹介です。グラスライクなビジュアルなメトロイドバニアでもあり、最大のセーブポイントでレベルアップシステムです。こちらはソウルライクあるあるの筋力と体力の曲振りで通用はするんですけど、一定までいくとスタミナも重要になってくるんで、バランスを整える部分で考えながらプレイするのも面白い。チュートリアルでのスキル選択は8種類と豊富に用意されてるんで、好きなものを選んでプレイが可能です。この選んだスキルによってステータス値も大幅に変わってくるんで、選択肢の幅という点ではとても考えさせられましたね。ダークファンタジーと目は売ってるんで、敵のフォルムはクトゥルフを思わせるものから獣人タイプなど、よくあるステージの被りモンスターをほとんど見なかったんで、攻撃パターンもいくつあんねんってほど作り込んでありました。難易度設定はなくて、慣れてない人が触ってしまうとバチクソに強い雑魚キャラとボスにぶち切れてしまう恐れがあるので、相当気合い入れてプレイすることをお勧めします。またボスを倒すことで高級的なスキルが増えるシステムなんで、最初は重く感じ取られる主人公もだんだんとスピードは上がっていきます。このゲームでちょっと面白いと感じられる要素としては、モブキャラにも攻撃ができてしまう点が挙げられます。拠点でアイテムやアビリティを変えるキャラクターにダメージを与えられ、一定までいくと戦うことができますが、これがめちゃくちゃに強い。勝てば少しいいアイテムをドロップしますが、永久に復活しないので注意が必要です。探索ボリュームがとても広く、ルートが複雑なのも特徴の一つで、行き先は提示してくれるもののすごく迷いがちになります。そのあたりはしらみつぶしに探さないといけないのが時間かかりましたね。雑魚戦やボス戦ともともパリー重視のゲームでもあるんで、いかに相手の攻撃を先読みしてのカウンターが刺さり、これは序盤で慣れておくのが後々に有利に進められます。エンド全回収のクリアとしては20時間ほどでいけたんで、 DLC をプレイするならプラス5時間ほど見ておけば良いかなと。不死の呪縛から解き放たれよう。デスギャンビットアフターライフは任天堂スイッチ、Xbox、Steam で好評配信中です。3本目。
リファインドセリフ性格診断ゲーム Steam でリリースされており、 Nintendo Switch でも夏にリリースされる見た目が人間に見えるロボットを操作してプレイヤーの性格を診断するお話。早速3周クリアして性格診断をしたんですけど、結構面白かったです。ドット調のデザインで描かれた少女のロボットのキャラクターを操作して、その動作一つ一つで診断されるという独自のゲーム性であり、事細かく診断されます。物を拾ったりタッチしたり、時にはキャラの選択によってこのゲージが 100% になった瞬間に自分の物語が決着します。その瞬間に自動で診断結果に移行していきますね。ちなみに私はコレクター、武道家、番長、ランナー、道化師でした。謎解きの質問に答えたり、お使いを頼まれたり、バイトをしたり、アクションゲームをしたりと、様々な行動が診断に絡んでくるのも特徴的でしたね。また物語の概要は3回のクリアでわかるようになってて、ロボットの少女と博士の関係をより深掘っていく構成も素敵です。開発者様は Seven Days to End With You でも有名な方です。個人的にはまったりとプレイするにはベストな作品だと思うんで、普段アクションゲームをプレイされている方の息抜きにはちょうどいい塩梅。1周のクリアには約1時間ほどで、3周で約3時間あればクリアできます。ポテポテ歩いて自分が何者かを確かめよう。リファインドセリフ性格診断ゲームは Steam で配信中。 Nintendo Switch で夏にリリース予定です。4本目 The Devil Within Sadgat。 Steam で早期リリースされている作品で、突如現れた黒い塔によって引き起こされた文明の発展と、その後に訪れる悪鬼の脅威に焦点を当てており、主人公は武士で塔を破壊しようと立ち上がりますが失敗に終わります。その後主人公は悪鬼となり、真実を追求する旅に出るお話。早速早期でプレイできる範囲でクリアしたんですけど、すごく面白かったです。ソウルライク製のメトロイドバニア作品で、パリーが回避、ダッシュ避け、剣防御の3パターンで行えるちょっと変わったアクションスタイルですね。爽快にキャラクターを動かせるのも特徴の一つで、コマンド連打での弱連続攻撃や強攻撃の一発、さらには銃による狙撃など武士を思わせる剣技技が多数用意されているのも面白い。またレベルアップすることで得られる因子によって7種類のテクニックのスキルツリーでバフをかけていくシステムがあります。これにより戦略性が生まれ、剣術を重点的に上げれば攻撃のバリエーションが増えたり、秘技を中心に上げればパリー号のカウンターが攻撃に増えたりと、強化のポイントをうまく割り振ることで強化していきます。これが戦闘を有利に進めるコツでもあり、定石でもありますね。武器は道中で拾ったり購入したりの付け替え方式で強化もできます。ステージはアトラクションが多い中でも、それほど難しいギミックがない単純なものが多いのもプレイしやすく、スキルを徐々に習得していくことで爽快度がさらに増していくのも、メトロイドバニアとしての探索がとてもサクサク進めました。あとはゴリ押していける部分は多少なりともありますが、どちらかというとパリを決めた方が楽しいんで、積極的に狙いに行くのもありかなと。敵は悪鬼という名のサイレントヒルっぽいのが多い印象なんで、どちゃくそに切り込んでやりましょう。個人的にはボス戦がヒットアンダーウェイの猛攻になるはっちゃめっちゃ具合も楽しくて、どことなく避けれるポイントがちゃんとある親切設計でした。早期のクリアとしては8時間ほどかかりましたが、正式版ならもう少しボリュームアップするかなと思います。悪鬼になって真相をつかみに走り出そう。ザ・デビル・ウィズン・サット・ガットは Steam で好評配信中です。5本目速攻退職。Steam でリリースされている作品で、普通に会社に出勤したら職場では退職するというデマが広まっており、その真相を確かめるために最上階の社長室まで乗り込んでいくお話。早速通常エンドまでクリアしたんですけど、めっちゃ面白かったです。職場をテーマにしたベルトスクロールアクションで、主人公の攻撃方法がビジネスバックというのをセンスを感じる。職場内では敵と呼べる同僚や上司たちが全てアンドロイドというのも新鮮で、道中で助けることができるというのが人間と一風変わったアクションでもありました。攻撃はビジネスバックを使った連続攻撃でダメージを与えていき、クラッシュマークがついた瞬間に特殊エフェクトで一発破壊というぶっ壊しアクションが爽快でやばい。名手という投げスタイルも職場感出てて、それらを合わせてのコンボをいかにはめ込んでいくのをわちゃわちゃしてておすすめできるポイント。ステージをクリアするごとにバフをかけていけるローグライク要素もあるんで、最強の主人公を作るために効率よく取っていくの
のも攻略の鍵になりますね。ですしてもすぐにその回のやり直しになるので、クリア難易度としてはそんなに高くないのもライトユーザー向けだなと。職場というテーマからデスクばかりのステージと思いきや、和風なステージがあったり、ダンスステージがあったり、カジノステージがあったりと、会社らしからぬ要素がふんだんに盛り込まれているんで、速攻退職ならではの味かなと勝手に感じ取られました。サポートしてくれる仲間も変な人たちばかりなんで、このゲームに色々とマッチしていました。最終的にはこんな会社辞めてやると幹部たちにお給を据えに行くのも、プレイしているととても伝わってくるのもめちゃくちゃ面白い。クリアまでは約4時間ではいけるんで、サクッとプレイするにはもってこいな作品かなと思います。バッグを持って上司に文句を言いに行こう。速攻退職はSteam で好評配信中です。時間を忘れてプレイしたインディーゲームを5本紹介しました。これからも興味を惹かれるタイトルが鬼のようにリリースされる中で、厳選に厳選をしながらファーストインプレッションで選ぶ楽しみ。この直感を信じながらも、2024年もまだまだ期待できる作品に出会えると信じています。この機会にぜひいろいろなインディーゲームを触ってプレイしてみてください。きっとガチャを引く要素と同じ感覚で当たりが出た時の高揚感が半端ないこと間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会にカイトでした。